はい、どうも、心と体、人間の全部です。ですね、今回は、スーファミとかファミコンのアダプターありましたかね。これが断線しちゃったやつを直してみました。これです。型番がね、モデル HVC-002 ってやつですね。でセンターマイナスで DC10V の 850mA おもちゃ用ですね。任天堂のやつです。はい、でこれ一番重要なところはですね、ここのネジが特殊だっていうことです。このネジね、こっち側にネジ2個あるんです。最近のアダプターはね、ネジとかじゃなくてもう接着剤で止まってること多いんですけど、これネジで止まってるんで分解修理がしやすいです。でこのネジを開けて、で中の、断線してるところをちょっと縮めて、そこをハンダ付けして、でネジ止めて組み立てるだけなんですが、そのネジが特殊でですね、どういうネジかっていうと、こういうなんか台形というかね、変な形なんですよ。他であんまり見たことないようなもんで、これを開ける工具が普通はあんまり売ってないと思うんです。なのでそれを作りました。でダイソーとかね、100円ショップで売ってるような割と簡易的なこういうドライバー1本で売ってるやつよりは、多分こういう6本とかで売ってるやつの方が多分材質的に削りやすいんじゃないかなと思います。その中のだいたい幅が5ミリぐらい、6ミリ以内ぐらいだったらここの穴に入るんで、のマイナスドライバーを使いました。で、もうやった後なんで要点が分かってるんですけど、先端の部分って先細りで細いじゃないですか。で細いと滑っちゃうんですよね。だから回んないんで、ちょっと切り詰める形にして、で細くなってってる、先端の細くなってってる支点に近い方まで割と削ってあげるっていう感じですかね。でそうすることによってここがはまるよという感じなんでしょうね。ここからはまるよっていうことです。でこれを作るのが一番重要で、ハンダ付けはそんなに2箇所なんで大変じゃないです。でこれをどうやって作ったかっていうとですね、こういうバイスっていうんですけど、こういうのでこうやって挟んで基本的にはヤスリでいいんですけど、ヤスリだとすごい時間かかるんで、こういう円盤状の刃をこれ僕は電池式のリューターですけど、こういうのに刺してですね、みたいな感じで削って作ります。で完成形はクワガタの角みたいな、バットマンの頭みたいなね、変な例えですけど、あるかな、こういう形です。はい。でこういう形のを作ったら、ネジを開けて、これ開けちゃったやつですけど、こう出しますと。そうすると割とシンプルなこういう構造で、大きいコンデンサーがねあったりとかして、でここ2箇所ハンダーが止まってるだけです。これを吸い取り線とかで吸って、かなり量が乗ってるんですけどね、取ってで外してあげて、でここもねだいぶ硬く接着されてるっぽいんですけど、こうやってグーッと頑張れって引っ張れば取れると思うんで、これを縮め
こっち側にね、手前に引いて、で、カットして、コードストリッパーとか、カッターとかリッパーでもいいですけど、剥いて、で、どっちが断線してるか、というか、なんだろうな。テスター当ててね、こっちと、こっちセンターマイナスなんですけど、真ん中と外側でこうやって当てて、テスターでチェックして、で、断線がこう直ってるかどうか。ハンダ付けする前にチェックした方がいいですけどね。で、チェックして問題なければ断線の部分がちゃんと取り除けたってことが分かったら、ハンダ付けすると。で、これしたものです。そんだけです。はい。で一応、それをやってる様子を、録画したんですけど、なんかね、すごい苦労しちゃったんですよ。さっき言った、この形を作るのに、その先端部分が滑るっていうことが、分かりながら、もうちょっとずつやってったんで、時間かかっちゃったな、っていう感じで。で、組み立てるとき、ここ、入れ忘れがちなんで、なんかね、ループというか、やってあげて、これをね、このストッパーみたいなやつを忘れがちなんですよ。ストッパーというか、ここの保護剤ですよね。保護する。断線保護みたいな。アダプターは大体断線しますよね。そこどうにかしてほしいよね。なんかなんないのかね。で、これ一応、直ってない時の動画も撮ったんで、ちょっと場面で挿入しますけどね。これね、うまく作れてないとこんなスムーズに回らないんですよ。滑っちゃってね。そしたら回しやすいかな。頑張れば、ヤスリだけでもできるとは思います。手でね。ダイヤモンドヤスリみたいなやつ。ただ、このドライバーをあんまりいいやつ使っちゃうと硬かったりとかするんで、難しいと思います。本当に100円ショップとかで売ってる、そんなにすごく良品とは言えないような簡易的な、とりあえず間に合わせみたいなセットのドライバー、マイナスドライバーを使うといいと思います。手持ちであんまりマイナス使わねえかっていう、ほぼないですもんね、マイナスドライバー使う場面ね。そういうのを使っちゃってもいいかもしれないですね。欲しくなければ。割とどの家庭にもあるんじゃないですか、こういうやつね。はい、治りましたよということで、一応チェックをねしてみましょうか。ちなみにさっき言った円盤状の刃ですけど、円盤状の刃だけだと真ん中のくり抜いた部分をきれいに整えるの難しいんで、こういう棒状の刃という刃って言い方でいいのかね、ヤスリも使いました。ほぼこの2本でやれましたね。で、一応スーパーファミコン。大体ね、ファミコンの時代はね、ここがダメになることが多かったですね。スーファミはあんまここダメになった経験ないですけどね。よいしょ。刺しまして、おいで、アダプターを横から刺しやすいからですね。パチッと。で、つくかどうか。せーの、ドン。はい、つきました。はい、こんな感じ。修理顛末、どっかに差し込みます。ご覧いただきありがとうございました。どうもまた何かありましたら。